深夜、一人で読書にたんぴるとき、ふと背筋が凍るような感覚に襲われたことはありませんか？誰もいないはずの部屋の隅からじっとこちらを見つめる視線を感じる。心臓が早鐘を打ちます。しかし視線を向けた先に人影はなく、ただの暗闇。なのにその誰かの気配は消えません。この奇妙な感覚はなぜ私たちをこれほどまでに不安にさせるのでしょうか。それは単なる気のせい。実はこの現象、科学によってそのメカニズムが徐々に解明されつつあります。今からあなたの脳が作り出す見えない誰かの正体を最新の科学的知見から紐解いていきます。この動画を最後まで見れば、もう闇夜の視線に怯えることはなくなるかもしれません。古くから人類は目に見えない存在を恐れてきました。幽霊や精霊の物語は世界中に存在します。夜中に感じる視線はそうした根源的な恐怖と結びつき、私たちの心を深く揺さぶるのです。しかしこれは超常現象ではありません。すべてはあなたの脳内で起こっている影絵劇場なのです。私たちの脳は常に外界からの情報を予測し、世界を構築する予測機械として機能しています。完璧ではない情報の中で、脳はどのようにして誰かの存在をでっち上げるのでしょうか。脳の影絵劇場の舞台は、情報が不足している時に最も活発になります。暗闇はその典型です。視覚情報が少ないと、脳は過去の経験や期待に基づき、足りないピースを埋めようとします。例えば風の音や木の葉の擦れる音も、脳内では不気味な足音やささやき声に変換されます。これは人類が原始時代から培ってきた生存のための非常に重要なメカニズムだったのです。茂みの中のわずかな物音を獲物か捕食者と判断する能力は命を左右しました。もしかしたら危険かもしれないと過剰に反応する方が見過ごすよりも生存確率は高まります。この石橋を叩いて渡るような脳の特性が現代社会では見えない視線として現れるのです。特に私たちの脳には他者の視線を検出する特殊なシステムが備わっています。上側頭孔、上側頭孔という脳の部位は他者の顔の向きや視線の方向を処理します。このシステムは非常に敏感で、わずかな手がかりからも見られていると感じさせるように働きます。例えば人の絵画の目がどこへ向いていても、自分と目が合うように感じるモナリザ効果もその一例です。しかしこのシステムは時に内部の情報を外部からの刺激と誤認してしまうことがあります。疲労やストレス、あるいは軽い体調不良は脳内の情報処理に微妙なエラーを引き起こします。例えば自分の心臓の鼓動や血流の音を外部からの不審な物音として脳が解釈してしまうのです。また孤独感や不安感が高まっている時、脳は誰かの存在を強く求めてしまう傾向があります。これは心理的な状態が私たちの知覚にどれほど大きな影響を与えるかを示す証拠でもあります。脳は常に意味を探し求める器官です。意味不明な状況に直面すると、不安を解消するため物語を想像します。見えない誰かの存在は脳が作り出す最も古い、そして最も強力な物語の一つと言えるでしょう。この物語は私たちの想像力を刺激し、時には恐怖として、時には畏敬の念として現れます。脳の影絵劇場は生存戦略と繊細な知覚の間の複雑なダンスなのです。見れない誰かの感覚は極限状況下で頻繁に報告されています。登山家や探検家の証言です。単独で極地を旅する人々がまるで隣に仲間がいるかのように感じるサードマン現象は有名です。これは極度の疲労、ストレス、低酸素状態などが脳に異常な電気信号を引き起こすことで発生します。
脳は現実と身体の境界が曖昧になることで、もう一人の自分や他者の存在を錯覚するのです。同様の現象は感覚遮断実験でも確認されています。完全に暗く静かな部屋に閉じ込められると起こります。被験者は幻覚を見たり、誰かの気配を感じたりすることが報告されており、脳が刺激を求める証拠です。また、神経学的な疾患も他者の存在を感じる原因となることがあります。パーキンソン病患者の約半数が幻覚や隣に誰かいるという感覚を経験すると言われています。これは脳内のドーパミン系の異常が現実の認識を歪めることで生じると考えられています。転換の一種である側頭葉転換の発作慢状として強い存在感を感じるケースも報告されています。脳の特定の部位の異常な活動が直接的に誰かが見ているという感覚を引き起こすのです。さらに身体所有感という概念も深く関わっています。これは自分の体が自分のものである感覚です。脳は常に自己の身体の感覚情報を統合し、ここが自分だという感覚を作り出しています。しかし、この統合が何らかの理由で乱れると、自己と他者の境界が曖昧になることがあります。ラバーハンド錯覚のように、視覚と触覚の不一致が人工の手に自分の手が乗り移ったように感じさせます。この錯覚がさらに複雑になると、自分の身体の感覚の一部が切り離され、独立した存在として知覚されるのです。これは脳が外界に行為主体、エージェントを見出そうとするエージェント検出システムとも関連します。私たちは風の音や木の揺れにも無意識のうちに誰かの仕業ではないかと解釈しがちです。特に曖昧な刺激に対しては存在しない誰かの意図を読み取ろうと脳が過剰に働くのです。このような科学的知見は見えない誰かの正体が私たちの脳が作り出す精巧な錯覚であることを示唆します。脳が幽霊を作り出すメカニズムの核心には頭頂野の機能が深く関わっています。頭頂葉は空間認識、自己の身体位置、そして自己と他者の区別を司る重要な領域です。スイスの研究チームは頭頂葉への電気刺激によってすぐ後ろに誰かがいる感覚を引き起こすことに成功しました。これは脳が自己の身体の空間的表現を適切に統合できないと、その感覚が外部に投影されることを示します。まるで自分の身体の一部がまるで別の存在として自己のすぐ近くにいるかのように感じるのです。つまり見られているという感覚は脳が自己の身体の地図を一時的に見失った結果とも言えます。さらに知っているという感覚、Feeling of Knowing もこの現象に影響を与えます。私たちは明確な証拠がなくとも何かを知っているという強い感覚を持つことがあります。この感覚が曖昧な刺激や内部の身体感覚と結びつき、誰かの存在という確信を強めるのです。実際に存在しない誰かの存在を感じることは、脳が現実を構成する上での興味深い副産物です。疲労、ストレス、孤独感、そして特定の薬物や疾患はこの脳のシステムを過敏にさせます。特に極度のストレス下にある兵士や睡眠不足の警備員などが幻覚や幻聴を経験する例は少なくありません。これらは脳が極限状態で生存のために過剰反応している結果であり、一種の適応メカニズムでもあります。現代社会の安全な環境ではこの過剰な反応が私たちを不必要に不安にさせる幽霊となるのです。しかしこの脳の幽霊検出システムは決して欠陥ではありません。むしろ驚くべき機能の表れです。目に見えない脅威から身を守るために進化してきた私たちの脳の繊細さと複雑さを示しています。私たちの脳は常に世界を予測し、解釈し、そして時に素晴らしい物語を想像する劇場なのです。では、
この脳が作り出す見えない視線と私たちはどう向き合えばよいでしょうか。まず重要なのは、それが脳の現象であることを理解し、いたずらに恐れないことです。自分が感じている恐怖が現実の危険ではなく、脳の誤解釈から来ていると認識するだけで不安は軽減されます。次に、環境を整えることも有効です。暗闇を減らし、音の発生源を明確にすることで脳の予測エラーを減らせます。例えば、夜中に物音が気になったら、その音の正体を積極的に確認する行動も有効です。光をつけ、目を凝らし、耳を澄ますことで脳に安全だという明確な情報を与えるのです。さらに、心身の健康を保つことも重要です。十分な睡眠、ストレス管理、適度な運動は脳の機能を安定させます。瞑想やマインドフルネスも、自己の身体感覚や感情に意識的に注意を向けることで知覚の安定に役立ちます。この見えない視線の感覚を単なる恐怖ではなく、自分の脳の働きを深く知る機会と捉えましょう。私たちが感じている世界がいかに脳によって巧みに作り上げられているかを教えてくれる証拠なのです。脳の影絵劇場は私たちを欺くためにあるのではなく、私たちを守るために進化してきました。この知識があれば、もう闇夜の視線に怯える必要はありません。脳の不思議な働きを楽しみましょう。この動画があなたの日常のミステリーを解き明かす一助となれば幸いです。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。